川県です。前回の続きです。今回は妻が一人で夫の実家を片付けている様子をお届けします。映像は8倍速で編集しており、妻がテキパキと作業する様子を見ながら、実家にまつわる背景についてお話しします。この実家は新潟県にあり、私たちが住む石川県から 300km も離れています。場所は駅から遠く、売却しても利益を出せるような物件ではありません。父が2年前まで住んでいたこの家はまだ十分住める状態ですが、現在は片付けを進めつつ、将来的に手放す準備をしています。インターネット上には0円で譲渡できるサイトもあり、それを利用するのも一つの選択肢です。しかし、可能であればゴミを片付け、ご近所さんやその関係者に家を譲渡できたらと思っています。とはいえ、この家を手放すのはまだ先になりそうです。その理由は、父から相続した農地の整備に、この家を拠点として利用する必要があるからです。例えば、農地の整備には、ユンボを借りて使っていますが、返却時には必ず洗浄する必要があり、水道設備のある場所が欠かせません。また、草刈り機やその他の道具を保管するスペースとしても、この家が必要です。さらに、農地に散らばるゴミを一時的に置いておく場所としても活用しています。そんなわけで、土地整備が完了するまでは、この家を手放せません。それでも、少しずつ片付けを進めているところです。今映っているのは2階の様子です。現在、2階にあるゴミを一旦1階へ移動しています。しかし、その結果、1階がゴミでいっぱいになってしまいました。もともと1階にも大量のゴミがあり、それをようやく倉庫に移動したり、一部をゴミ処理場へ運んだりして、やっと片付けたばかりでした。せっかく綺麗になった1階ですが、またしてもゴミだらけの状態に逆戻りしてしまいました。重たいもの、女性なので、やっぱり重たいです。私は女性なんで、力がないんです。もっと大事にしてくれと言われます。さて、妻は段ボールを潰すのが得意です。ご覧ください、この見事なテクニック。実は、妻は仕事で日常的に段ボールを潰しているんです。その経験が、このスムーズな作業に生かされています。
このキャンディーズのアイテムは、親の趣味でも私の趣味でもなく、おそらくこの家の前の住人が残していったものだと思います。妻は私や私の父には関係のない前の住民が残したゴミまで片付けているんです。亡くなった父にはもっと現金をしっかり残してほしかったと感じます。そうすればこんな片付けをしなくて済んだのに、と。いや、現金は学割もは言えませんが、全くなかったわけではありません。それでも土地に散らばるゴミを片付けるには全然足りていませんでした。土地の片付けで何がそんなにお金がかかるのか疑問に思われるかもしれませんが、これまで動画をたくさん上げてきた通り、いろいろな費用がかかるんです。土地の整備以外にも、登記変更や私ができない現地での交渉をお願いするための費用も莫大です。初挑戦の音声ソフトにもだいぶ慣れてきました。今回は短いですが、ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。